皆さんこんにちは。お元気ですか？今日は先週について話します。月曜日6月15日。今日は新しい1週間の始まりです。私は会社員なので、今日は会社に行く日です。朝6時半に目が覚めました。でも、まだ少し眠かったので、ベッドで少し休みました。それから7時に起きました。カーテンを開けると、外は少し曇っていました。暑くなくて、ちょうどいい天気でした。まず、顔を洗って歯を磨きました。それから朝ごはんを作りました。今日はご飯と味噌汁と焼き魚と卵を食べました。朝ごはんはあまり時間がありませんでしたが、しっかり食べました。仕事の日は朝ごはんをしっかり食べるようにしています。朝ごはんの後、コーヒーを一杯飲みました。それからスーツに着替えて、カバンの中をチェックしました。パソコンや書類、財布、スマホを持っているか確認しました。8時頃に家を出ました。会社までは電車で30分ぐらいかかります。駅まで歩いて10分ぐらいです。道にはたくさんの人が歩いていました。駅にも人が多くてとても混んでいました。電車の中も混んでいて座ることができませんでした。私はドアの近くに立ちました。電車の中ではスマホでニュースを読んだり音楽を聴いたりしました。9時前に会社に着きました。同僚におはようございますと挨拶しました。席に座ってまずパソコンをつけました。そしてメールをチェックしました。週末の間にたくさんのメールが来ていたので、一つ一つ読んで返事を書きました。10時から会議がありました。いろいろな意見が出て、とても大切な会議でした。会議の後、自分の仕事を始めました。わからないことがあったので、同僚に聞きました。みんな優しく教えてくれました。12時になってお昼ご飯を食べに行きました。同僚と一緒に近くのレストランへ行きました。私はラーメンを食べました。とても美味しかったです。同僚はカレーを食べていました。お昼ご飯の時、仕事の話だけではなく、週末のことや趣味のことも話しました。みんなで話してとても楽しかったです。1時頃に会社に戻りました。午後の仕事を始めました。でも少し眠くなったのでコーヒーを飲みました。5時半頃に仕事が終わりました。家に帰るとスーツを脱いで楽な服に着替えました。それからソファで少し休みました。その後、晩ご飯を作りました。今日は魚と野菜とご飯を食べました。簡単なご飯でしたが、とても美味しかったです。晩ご飯の後、テレビを見ました。
その後、お風呂に入りました。暖かくて、とても気持ちが良かったです。一日の疲れが取れました。お風呂の後、スマホを少し見ました。友達にメッセージを送りました。10時半ごろにベッドに入りました。今日はとても忙しい一日でしたが、いい一日でした。明日も頑張りたいと思います。火曜日、6月16日。今日は家で仕事をする日です。会社に行かなくていいので少し気持ちが楽です。でも仕事はちゃんとしなければなりません。朝7時ごろに起きました。昨日より少し遅く起きました。家で仕事をする日は通勤の時間がないのでゆっくりできます。カーテンを開けると今日はいい天気でした。青い空を見て気分が良くなりました。まず顔を洗って歯を磨きました。それから朝ごはんを作りました。今日はトーストと卵とサラダを食べました。そしてコーヒーを一杯飲みました。家でゆっくり朝ごはんを食べることができてとても良かったです。朝ごはんの後、仕事の準備をしました。パソコンをつけて机の上をきれいにしました。8時半ごろに仕事を始めました。まずメールをチェックしました。会社の人からのメールを読んで必要なものに返事をしました。12時ごろお昼ご飯を食べました。今日は家でパスタを作りました。少し時間がかかりましたが、美味しくできました。テレビを見ながらゆっくり食べました。お昼ご飯の後、少し休みました。ソファで10分ぐらい休んで、また仕事に戻りました。3時ごろ、少し疲れたので、お茶を飲みました。お菓子も少し食べました。その後、また仕事を頑張りました。5時半ごろに仕事が終わりました。会社に行く日より少しリラックスした気持ちで仕事ができました。仕事の後、少し散歩に行きました。外の空気を吸ってとても気持ちが良かったです。近くの公園を少し歩きました。6時半ごろに家に帰って晩ご飯を作りました。今日は簡単な料理を作りました。野菜と肉を炒めてご飯と一緒に食べました。晩ご飯の後、ドラマを見ました。好きなドラマだったので、とても楽しかったです。その後、お風呂に入りました。ゆっくりお風呂に入る時間があって嬉しかったです。お風呂の後、少し本を読みました。11時ごろにベッドに入りました。今日は家でゆっくり仕事ができていい一日でした。水曜日、6月17日。今日は会社に行く日です。週の真ん中なので少し疲れていますが、頑張ろうと思います。朝6時に目が覚めました。でも、まだ少し眠かったので、ベッドで
5分ぐらい休みました。それからゆっくり起きました。カーテンを開けると、外は曇りでした。空は少し暗かったですが、雨は降っていませんでした。まず、顔を洗って歯を磨きました。それからキッチンに行って朝ごはんを作りました。今日はトーストを焼いてバターを塗りました。そしてハムとチーズも食べました。飲み物はオレンジジュースにしました。朝ごはんを食べながらテレビでニュースを少し見ました。朝ごはんの後、服を着て会社に行く準備をしました。カバンの中にパソコン、ノート、ペン、財布、携帯電話を入れました。忘れ物がないか、もう一度チェックしました。駅に着くと人がとても多かったです。電車も混んでいました。私はドアの近くに立ちました。電車の中ではスマホでニュースを読んだり、少し音楽を聴いたりしました。9時頃に会社に着きました。最初にメールをチェックしました。今日はたくさんメールが来ていました。午前中は電話の仕事が多かったです。お客様からの電話に答えたり、会社の人に連絡したりしました。少し忙しくて大変でしたが、頑張りました。11時頃、少し休みました。同僚と少し話して気分が楽になりました。12時になってお昼ご飯の時間になりました。今日は一人でコンビニに行きました。おにぎりとサンドイッチとお茶を買いました。会社に戻って自分の席で食べました。ゆっくり食べて少し休みました。昼ご飯の後、少し外に出て歩きました。午後はパソコンの仕事をしました。3時頃、少し休んで水を飲みました。その後、また仕事を続けました。5時半頃に仕事が終わりました。帰りは少し雨が降っていました。傘をさしてゆっくり駅まで歩きました。電車の中ではとても疲れていたので何もしないで立っていました。家に帰ると晩ご飯を作りました。今日はカレーを作りました。野菜を切って肉と一緒に料理しました。少し時間がかかりましたが、とても美味しくできました。晩ご飯の後、テレビを見ました。ニュースを見たり、バラエティ番組を見たりしました。とてもリラックスできました。10時半頃にベッドに入りました。今日はとても忙しい一日でしたが、いい一日でした。木曜日、6月18日。今日はとても忙しい日でした。でも、新しいこともあって少し楽しかったです。朝6時半に起きました。今日は少し早く起きました。すぐにベッドから出て、顔を洗って歯を磨きました。それから簡単な朝ごはんを食べました。今日はバナナとヨーグルトだけ食べました。
時間があまりなかったからです。7時半ごろに家を出ました。今日はバスで会社に行きました。バスの中では音楽を聴きながら外を見ました。道には人や車がたくさんあって賑やかでした。会社に着いてからまずコピー機を使って資料をコピーしました。今日は会議のためにたくさんの紙が必要でした。その後、会議室を準備しました。テーブルをきれいにして椅子を並べました。9時半から会議が始まりました。今日は私はあまり話しませんでしたが、しっかり聞きました。大切なことをノートに書きました。会議の後、同僚と一緒にプロジェクトの仕事をしました。私はデータを集めてまとめました。同僚と相談しながら仕事をしたので、一人でやるより楽しかったです。12時半ごろお昼ご飯を食べました。今日は会社の近くのレストランに行きました。友達と一緒にご飯を食べてたくさん話しました。とてもいい時間でした。午後は外に出てお客様の会社に行きました。少し緊張しましたが、頑張って話しました。相手の人は優しくて安心しました。会社に戻ってから今日の仕事をまとめました。メールを書いたり、書類をチェックしたりしました。少し疲れましたが、全部終わってよかったです。6時ごろに会社を出ました。今日はとても疲れたので、まっすぐ家に帰りました。家に帰ってからシャワーを浴びました。それからゆっくり休みました。晩ご飯はあまりお腹が空いていなかったので、スープだけ飲みました。その後、少し音楽を聴いてリラックスしました。今日は忙しかったですが、いい経験ができました。11時ごろに寝ました。明日も頑張りたいです。金曜日、6月19日。今日は家で仕事をする日です。今週の最後の仕事の日なので、少し安心しています。でも、やることはまだたくさんあります。朝8時に起きました。目が覚めてからすぐにスマホを見て時間を確認しました。外は少し曇っていましたが、雨は降っていませんでした。まず、キッチンに行って水を一杯飲みました。その後、顔を洗って歯を磨きました。今日はコーヒーを飲まないで温かいお茶を飲みました。朝ごはんはあまりお腹が空いていなかったので、果物だけ食べました。リンゴとバナナを食べました。軽い朝ごはんでしたが、体にいいと思いました。朝ごはんの後、少しストレッチをしました。体をゆっくり動かして気分が良くなりました。9時半ごろに仕事を始めました。今日はオンラインの会議がありませんでした。ノートにいろいろ書いて考えました。時々立って歩きながら考えました。
11時頃に少し休みました。キッチンに行って冷たい水を飲みました。その後、また仕事を始めました。パソコンで資料を直しました。前に作った資料をチェックして間違いを見つけて直しました。少し時間がかかりましたが、きれいにできました。1時頃にお昼ご飯を作りました。今日はチャーハンを作りました。冷蔵庫にある野菜と肉を使いました。簡単でしたが、とても美味しかったです。昼ご飯の後、食器を洗いました。その後、少し音楽を聴きながら休みました。ソファに座ってリラックスしました。2時頃にまた仕事に戻りました。3時半頃に少し眠くなりました。だからコーヒーを一杯飲みました。そしてチョコレートを少し食べました。甘いものを食べて元気になりました。その後、電話で同僚と話しました。仕事のことを少し相談しました。問題がありましたが、一緒に考えていい答えが見つかりました。夕方、近くの店に行って牛乳とパンを買いました。外を歩くと少し風があって気持ちが良かったです。家に帰ってから晩ご飯を作りました。今日は野菜スープを作りました。温かくてとても美味しかったです。晩ご飯の後、部屋の電気を少し暗くしてゆっくり音楽を聴きました。今日は1週間の仕事が終わって気持ちがとても楽でした。11時頃にベッドに入りました。今日はとてもいい一日でした。明日から休みなのでとても嬉しいです。皆さんこんにちは。お元気ですか？今日は先週について話します。月曜日6月15日。今日は新しい1週間の始まりです。私は会社員なので、今日は会社に行く日です。朝6時半に目が覚めました。でも、まだ少し眠かったので、ベッドで少し休みました。それから7時に起きました。カーテンを開けると、外は少し曇っていました。暑くなくて、ちょうどいい天気でした。まず、顔を洗って歯を磨きました。それから朝ごはんを作りました。今日はご飯と味噌汁と焼き魚と卵を食べました。朝ごはんはあまり時間がありませんでしたが、しっかり食べました。仕事の日は朝ごはんをしっかり食べるようにしています。朝ごはんの後、コーヒーを一杯飲みました。それからスーツに着替えて、カバンの中をチェックしました。パソコンや書類、財布、スマホを持っているか確認しました。8時頃に家を出ました。会社までは電車で30分ぐらいかかります。駅まで歩いて10分ぐらいです。道には
たくさんの人が歩いていました。駅にも人が多くてとても混んでいました。電車の中も混んでいて座ることができませんでした。私はドアの近くに立ちました。電車の中ではスマホでニュースを読んだり音楽を聴いたりしました。9時前に会社に着きました。同僚におはようございますと挨拶しました。席に座ってまずパソコンをつけました。そしてメールをチェックしました。週末の間にたくさんのメールが来ていたので、一つ一つ読んで返事を書きました。10時から会議がありました。いろいろな意見が出て、とても大切な会議でした。会議の後、自分の仕事を始めました。わからないことがあったので、同僚に聞きました。みんな優しく教えてくれました。12時になってお昼ご飯を食べに行きました。同僚と一緒に近くのレストランへ行きました。私はラーメンを食べました。とても美味しかったです。同僚はカレーを食べていました。お昼ご飯の時、仕事の話だけではなく、週末のことや趣味のことも話しました。みんなで話してとても楽しかったです。1時頃に会社に戻りました。午後の仕事を始めました。でも少し眠くなったのでコーヒーを飲みました。5時半頃に仕事が終わりました。家に帰るとスーツを脱いで楽な服に着替えました。それからソファで少し休みました。その後、晩ご飯を作りました。今日は魚と野菜とご飯を食べました。簡単なご飯でしたが、とても美味しかったです。晩ご飯の後、テレビを見ました。その後、お風呂に入りました。暖かくて、とても気持ちが良かったです。一日の疲れが取れました。お風呂の後、スマホを少し見ました。友達にメッセージを送りました。10時半頃にベッドに入りました。今日はとても忙しい一日でしたが、いい一日でした。明日も頑張りたいと思います。火曜日、6月16日。今日は家で仕事をする日です。会社に行かなくていいので少し気持ちが楽です。でも仕事はちゃんとしなければなりません。朝7時頃に起きました。昨日より少し遅く起きました。家で仕事をする日は通勤の時間がないのでゆっくりできます。カーテンを開けると今日はいい天気でした。青い空を見て気分が良くなりました。まず顔を洗って歯を磨きました。それから朝ごはんを作りました。今日はトーストと卵とサラダを食べました。そしてコーヒーを一杯飲みました。家でゆっくり朝ごはんを食べることができてとても良かったです。朝ごはんの後、仕事の準備をしました。パソコンをつけて
机の上をきれいにしました。8時半ごろに仕事を始めました。まず、メールをチェックしました。会社の人からのメールを読んで、必要なものに返事をしました。12時ごろ、お昼ご飯を食べました。今日は家でパスタを作りました。少し時間がかかりましたが、美味しくできました。テレビを見ながらゆっくり食べました。お昼ご飯の後、少し休みました。ソファで10分ぐらい休んで、また仕事に戻りました。3時ごろ、少し疲れたので、お茶を飲みました。お菓子も少し食べました。その後、また仕事を頑張りました。5時半ごろに仕事が終わりました。会社に行く日より少しリラックスした気持ちで仕事ができました。仕事の後、少し散歩に行きました。外の空気を吸ってとても気持ちが良かったです。近くの公園を少し歩きました。6時半ごろに家に帰って晩ご飯を作りました。今日は簡単な料理を作りました。野菜と肉を炒めてご飯と一緒に食べました。晩ご飯の後、ドラマを見ました。好きなドラマだったので、とても楽しかったです。その後、お風呂に入りました。ゆっくりお風呂に入る時間があって嬉しかったです。お風呂の後、少し本を読みました。11時ごろにベッドに入りました。今日は家でゆっくり仕事ができていい一日でした。水曜日、6月17日。今日は会社に行く日です。週の真ん中なので少し疲れていますが、頑張ろうと思います。朝6時に目が覚めました。でも、まだ少し眠かったので、ベッドで5分ぐらい休みました。それからゆっくり起きました。カーテンを開けると、外は曇りでした。空は少し暗かったですが、雨は降っていませんでした。まず、顔を洗って歯を磨きました。それからキッチンに行って朝ごはんを作りました。今日はトーストを焼いてバターを塗りました。そしてハムとチーズも食べました。飲み物はオレンジジュースにしました。朝ごはんを食べながらテレビでニュースを少し見ました。朝ごはんの後、服を着て会社に行く準備をしました。カバンの中にパソコン、ノート、ペン、財布、携帯電話を入れました。忘れ物がないか、もう一度チェックしました。駅に着くと人がとても多かったです。電車も混んでいました。私はドアの近くに立ちました。電車の中ではスマホでニュースを読んだり、少し音楽を聴いたりしました。9時頃に会社に着きました。最初にメールをチェックしました。今日はたくさんメールが来ていました。午前中は電話の仕事が多かったです。お客様からの電話に答えたり、会社の人に連絡したりしました。
少し忙しくて大変でしたが、頑張りました。11時ごろ、少し休みました。同僚と少し話して気分が楽になりました。12時になってお昼ご飯の時間になりました。今日は一人でコンビニに行きました。おにぎりとサンドイッチとお茶を買いました。会社に戻って自分の席で食べました。ゆっくり食べて少し休みました。昼ご飯の後、少し外に出て歩きました。午後はパソコンの仕事をしました。3時ごろ、少し休んで水を飲みました。その後、また仕事を続けました。5時半ごろに仕事が終わりました。帰りは少し雨が降っていました。傘をさしてゆっくり駅まで歩きました。電車の中ではとても疲れていたので何もしないで立っていました。家に帰ると晩ご飯を作りました。今日はカレーを作りました。野菜を切って肉と一緒に料理しました。少し時間がかかりましたが、とても美味しくできました。晩ご飯の後、テレビを見ました。ニュースを見たり、バラエティ番組を見たりしました。とてもリラックスできました。10時半ごろにベッドに入りました。今日はとても忙しい一日でしたが、いい一日でした。木曜日、6月18日。今日はとても忙しい日でした。でも、新しいこともあって少し楽しかったです。朝6時半に起きました。今日は少し早く起きました。すぐにベッドから出て、顔を洗って歯を磨きました。それから簡単な朝ごはんを食べました。今日はバナナとヨーグルトだけ食べました。時間があまりなかったからです。7時半ごろに家を出ました。今日はバスで会社に行きました。バスの中では音楽を聴きながら外を見ました。道には人や車がたくさんあって賑やかでした。会社に着いてからまずコピー機を使って資料をコピーしました。今日は会議のためにたくさんの紙が必要でした。その後、会議室を準備しました。テーブルをきれいにして椅子を並べました。9時半から会議が始まりました。今日は私はあまり話しませんでしたが、しっかり聞きました。大切なことをノートに書きました。会議の後、同僚と一緒にプロジェクトの仕事をしました。私はデータを集めてまとめました。同僚と相談しながら仕事をしたので、一人でやるより楽しかったです。12時半ごろお昼ご飯を食べました。今日は会社の近くのレストランに行きました。友達と一緒にご飯を食べてたくさん話しました。とてもいい時間でした。午後は外に出てお客様の会社に行きました。少し緊張しましたが、頑張って話しました。
相手の人は優しくて安心しました。会社に戻ってから今日の仕事をまとめました。メールを書いたり、書類をチェックしたりしました。少し疲れましたが、全部終わってよかったです。6時頃に会社を出ました。今日はとても疲れたので、まっすぐ家に帰りました。家に帰ってからシャワーを浴びました。それからゆっくり休みました。晩ご飯はあまりお腹が空いていなかったので、スープだけ飲みました。その後、少し音楽を聴いてリラックスしました。今日は忙しかったですが、いい経験ができました。11時頃に寝ました。明日も頑張りたいです。金曜日、6月19日。今日は家で仕事をする日です。今週の最後の仕事の日なので、少し安心しています。でも、やることはまだたくさんあります。朝8時に起きました。目が覚めてからすぐにスマホを見て時間を確認しました。外は少し曇っていましたが、雨は降っていませんでした。まず、キッチンに行って水を一杯飲みました。その後、顔を洗って歯を磨きました。今日はコーヒーを飲まないで温かいお茶を飲みました。朝ごはんはあまりお腹が空いていなかったので、果物だけ食べました。リンゴとバナナを食べました。軽い朝ごはんでしたが、体にいいと思いました。朝ごはんの後、少しストレッチをしました。体をゆっくり動かして気分が良くなりました。9時半頃に仕事を始めました。今日はオンラインの会議がありませんでした。ノートにいろいろ書いて考えました。時々立って歩きながら考えました。11時頃に少し休みました。キッチンに行って冷たい水を飲みました。その後、また仕事を始めました。パソコンで資料を直しました。前に作った資料をチェックして間違いを見つけて直しました。少し時間がかかりましたが、きれいにできました。1時頃にお昼ご飯を作りました。今日はチャーハンを作りました。冷蔵庫にある野菜と肉を使いました。簡単でしたが、とても美味しかったです。昼ご飯の後、食器を洗いました。その後、少し音楽を聴きながら休みました。ソファに座ってリラックスしました。2時頃にまた仕事に戻りました。3時半頃に少し眠くなりました。だからコーヒーを一杯飲みました。そしてチョコレートを少し食べました。甘いものを食べて元気になりました。その後、電話で同僚と話しました。仕事のことを少し相談しました。問題がありましたが、一緒に考えていい答えが見つかりました。夕方、近くの店に行って牛乳とパンを買いました。外を歩くと
少し風があって気持ちが良かったです。家に帰ってから晩ご飯を作りました。今日は野菜スープを作りました。温かくてとても美味しかったです。晩ご飯の後、部屋の電気を少し暗くしてゆっくり音楽を聴きました。今日は一週間の仕事が終わって気持ちがとても楽でした。11時頃にベッドに入りました。今日はとてもいい一日でした。明日から休みなのでとても嬉しいです。